こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、山岳バイオームと繋がったキノコ島を探索しました。12枚目の地図を埋めている途中です。安直に、山岳キノコ島と名付けたんだっけ？実はとあるものを連想してしまって、良さげな名前が何も思い浮かばなかったんです。さて、前回までに発見したバイオームは48種類、残り9種類です。うち、冒険の時間に関わりあるのは残り3つです。前回までに埋めた地図はこんな感じです。時々思うのですが、地図を並べて綺麗な四角形になるときは気持ちいいです。順調に進めば次に四角形になるのは4枚先の16枚目で、ざっとプレイ時間で10時間くらい後でしょうね。あれってくり抜けば、そのまんま家になりそうですね。住めるだけの厚みはあるかしら。さて、北東の大陸の残りを埋めているところなんですが、広い平原を通り抜けているところで狼に出くわしてびっくりです。思わずバイオーム表記を見たら、いつの間に森林丘陵に変わってました。随分コンパクトな丘陵があったものだわ。さて、珍しいバイオームが集まった12枚目の地図も、ようやく調査完了です。次の13枚目の地図はここの真東です。地図作成ポイントまで移動します。が、その前にここで待ってるロバを迎えに行きますね。さて、久々にロバと合流です。で、船から降りたら自分が瞬間移動しましたが、船の位置ずれでこういうパターンもあるんですね。ロバはリードで連れて行くのよね。海を渡らないとならない距離が結構あるけど大丈夫かしら。すでに埋めた範囲を進んでいくので、位置ずれしても少々だと思うんですが、まあやってみます。時々ロバの無事を確認しながら海を渡っていますが、特に位置ずれした感じはありません。今回はリードもロバも無事でした。無事に位置調整用の地図中央まで到着です。さて、ここから北東の端に向かいます。特に何事もなく作成ポイントに着きました。この地図が完成すれば、いよいよマップ13枚目に突入ですね。さて、頑張らないといけませんね。さて少々進んだところなんですが、なんだか山の形がおかしいです。これは、ジャンク抜けなのでしょうか？ジャンク抜けだと絶壁みたいになっていそうよね。そうですよね。ブロックの一部の面だけ描画されているようで、こういう抜け方は記憶にありませんね。どうなっているんだろう。さてまた少々進んだところで、牛ばかり目にするエリアがありました。ここまで多いとさすがに居心地悪いわね。さっさと抜けた方がいいわ。今度は縦長のトンネルを発見しました。峡谷でしょうか？頑張れば通り抜けられなくないですけど。まあ遠慮しておきます。やめるの？くぐらなかったらトンネルに負けたことになるわよ。負けでいいです。命の方が大事です。あれ、羊が落ちたっぽい。ワープしていると思ったら、スローで見てみるときちんと登ってから降りてますね。案外律儀な羊でした。あれ？地形がなんか SF に出てくる銃みたいになってます。あれはレーザー光線銃よ。こんなところに最終兵器があったのね。おー、久しぶりに村がありました。最近ずっと見つけてなかったですね。村を調べてみたら鍛冶屋は愚か、井戸の他は建物が3つしかなく、
今まで見つけた中では最小の村でした。前見つけたのは建物4つだっけ。記録更新したわね。試しに教会の屋上に登って眺めてみたらこんな感じです。本当にこれしかないですね。お、溶岩の流れがまだ止まっていませんね。追いついたのは久々です。ギリギリスレスレだったわね。さてようやく地図の半分が埋め終わりました。ここまで山岳森林草原ばかりで、珍しいバイオームはありませんでした。そういえば、この地図海洋がやけに少ないわね。すぐ西の地図はキノコの矢じゃなくて山岳キノコ島があったのに。さて、方向的にはまた屋根状の森を抜けていかないとなりません。こっちか。すぐに抜けられそうなので屋根に登るのを横着して突っ切ります。いてて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 。長いわよ、どうしたの？それにまさかエスケープ回避したの？やむなく緊急回避です。慌てて何かキーを押したら全角入力モードに切り替わって、キーが効かなかったんです。脱出時にハート2つまで減りましたね。ほんと危なかったです。随分くだらない理由で死ぬところでした。あれ？また金の人参あげちゃったか。とりあえず安全な場所までリードで脱出です。先ほどのキノコは1ダメージで抜けれると思っていたのですが、気づいた時には画面端に全角 W が並んでいました。ほんと焦りました。うわぁ、怖、マジで怖。水にうっかり流されたら終わりですねこれ。よいしょっと。なんとかクリアです。さて、地図を3分の2ほど埋めたところですが、この地図2つ目の村を発見しました。こちらの村では畑がありますね。自由に収穫していそうなので、ガンガンもらいます。ちょっと、そんなこと誰が言ったのよ。世間では勝手に人参収穫するのが常識らしいですよ。むしろ村人にいちいち断るのは非常識らしいです。へえ、そうなんだ。鍛冶屋のチェストも勝手に開けて持ち帰っていいそうです。どうもこのチェストは村人が使ってるものではなく、村が生成された時に配置されたものらしいんですよね。そうなんだ。全然知らなかったわ。うおートンネル？いや、向こうまで突き抜けてないようです。どでかい洞窟ですね。あら、てっきり上の方に見えるトンネルに着目すると思ったのに。いえ、さすがに私も洞窟の方が気になります。上が気になるのはちょっとだけです。やっぱり気になるんじゃないの。おー、こういう感じの地形も割と好きなんですよね。ひょっとして、天井がある狭い場所が好みなのかしら。はて、なんとなくそんな気もします。さて、この13枚目の地図もかなり埋まってきました。もうひと頑張りです。結局陸地ばかりの陸マップだったわね。寒い気候も乾燥した気候もなし、海洋もほとんどなしの、なんとも味気ないエリアですね。あらあら。今度は水が流れるのに間に合ったわね。南西の端まで埋めましたが結局何もなしです。もうこの地図に期待できるバイオームはないですね。埋め終わり直前に、もう一つだけ村がありました。しかし残念なことにこの村には鍛冶屋も畑もなかったです。唯一の特色がなんか隣の家近くねくらいでした。さてようやく13枚目の地図も調査完了です。あら、火事じゃないの。普通の森林の火事ですね。
なんというか13枚目は、小ネタが色々あっても大したものはない、そんな感じでしたね。小ネタマップだったわね。でも何気にこれだけ陸が多い地図は初めてよ。さて今回はキリがいいのでここまでです。バイオームの更新はかけらもなし、地図の方はここまで広がりました。実は、このプレイの数分後にショッキングなことがあって、かなり凹んでいます。それって次回のネタバレ？はい。2頭目のロバが、死にました。助けようとしたのですが、どうにもならなかったです。